こんにちは、アカデミアの富代です。今回のテーマはブロッキングゾーンについて深掘りしてみたいと思います。はじめにこの動画は英語、中国語、韓国語で見ることができます。よく言われているブロッキングとは、紙をいくつかの毛束に分けて留めておくことを言います。ヘアをデザインする際にはパーマやヘアカラーなどいろいろな機械に使います。ではここで言うブロッキングゾーンとは、素材の特性や持ち味を発揮させてデザインすることを意味します。ここで言うブロッキングゾーンとは、毛質、毛流、密度、骨格、頭皮の温度をよく理解してヘアをデザインすることを言います。よく考えてみると必然的に普段行っていることですが、しっかりした基本の考え方を知って行うことでヘアデザインへの取り組みが変わってきます。僕たちはお肉を選ぶときにいろいろな部位によって特徴があり、自分の食べたい部位を選別しています。それは素材そのものの意味を捉えていろいろな味付けを施しているわけです。そのように考えてみると、当然僕たちもただカットやカラーがしやすいようにといった漠然とした捉え方ではなく、考えてみる必要があります。一流の料理人が素材にこだわるように、トッププロ美容師も素材にこだわります。これは料理の世界だけではなく、どのジャンルでも同じです。例えばファッションデザイナーの世界でも洋服を作る際に素材にこだわって作ります。多くの業種で素材にこだわっていると言えます。素材にこだわるブロッキングゾーン。このブロッキングゾーンを知ることで、あなたのデザインの手法が変わってくるはずです。髪の毛は頭の各ブロッキングゾーンによって髪の太さや毛流、多さも違い、髪が重力によって落ち具合や頭皮の角度も違います。これらはカットデザインするときには計算に入れて、綺麗な毛流れや手入れのしやすさなど機能面でも変わってきます。当然美容のプロにとって各ゾーンの違いは素材の見極めで重要になります。まず球体である骨格を見てみましょう。A から D の面を見てみても頭皮の角度が大きく違います。A は頭皮が上を向いており、また髪がつむじの影響や頭の傾斜などであらゆる方向に動きやすいと言えます。 B のゾーンを見てみると、頭皮の丸みが斜め上を向いています。後頭部はシルエットを調節したり、サイド方向に向かって傾斜があります。毛流れも後頭部とサイド面でも人の日常の動きによって毛束の動きが変わります。 C ゾーンは頭皮の曲面が下向きになり、上下左右上から髪が覆いかぶさり、また下に重なり、そぎばさみなどで空間を作ってやらないと動きにくいゾーンになります。 D ゾーンは頭皮面が斜め横や下方向を向いています。襟足部分の髪の生え方が上を向いていたり、レイヤースタイルによっては毛先のズレによって毛束の収まりが変わります。襟足の形や毛先の表情をつけるゾーンでもあります。ボブの場合は一番内側のゾーンになり、髪が重なり合って溜まりやすいゾーンでもあります。サイド面から見てみましょう。 A ゾーンは頭皮の R 面が斜め前を向き、髪の動きはその人の動作によって変わります。 B ゾーンのサイド面、前方斜め方向に R がついているため動きやすく、こめかみの上とサイドでは髪の細さが違うゾーンになります。 C ゾーンは頭皮を前方方向と真横を向き、上からの髪がかぶさり、また下への重なりがあるゾーンです。 D ゾーン、サイドは耳の厚みが関係していて、襟足部分と比べ下に毛髪がないゾーンです。内側に空間があると髪は動きやすいと言えます。 A、B、C、D サイドゾーンは共通して耳を起点に顔周りに髪が前後に分かれるゾーンです。この図の E ゾーンはヘアカラーなどで髪の細さなどが違い、注意しなければならないゾーンでもあります。また F や D ゾーンはつむじや毛流の強い箇所でもあり、また頭皮の温度が違うため、それらが関係して染めムラが起きやすいゾーンです。もちろんパーマのかかりは早く、染まりも早いなど、多くの場合はこれらゾーンを意識して行っているはずです。キングゾーンの髪の毛は頭の丸みや髪の長さによって弧を描き、重力によって下に落ちます。頭は球体といったことで一括りにするだけでなく、
毛髪の動きや位置、傾斜の向き、毛流や毛量、太さ、頭皮の温度など身体の構造上の動きによって特徴づけられます。カットで切りやすくするためのブロッキングから区分によるゾーンとして知ることで、あなたの技術の幅が大きく変わり、デザインへの創造性も期待できます。まとめとして、ブロッキングゾーンとは素材の特性を知ること。ブロッキングゾーンは誤解されていますが、頭の表面をいくつかのブロックにデザインしやすく分け取ると思っている人が多いのですが、本質はそんなところにあるわけではありません。本質は素材の持つ特性を知ることにあります。この特性をどのようにヘアデザインに生かすかが問われているのです。髪の密度と一括に言っていますが、髪一本一本も形状が違い、太さも違います。また、毛穴の向いている方向も根元と毛先でも違います。大雑把ではありますが、ブロッキングゾーンといった括りの中で、それらの特徴を見極めてヘアスタイルをデザインしていくことが、美容師のクオリティが上がり、女性や男性ももっと美しくすることができるはずです。以上になります。動画深掘りすきばさみの使い方でも解説しています。概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。以上になります。今回はブロッキングゾーンについて深掘りしてみました。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。